今から、有馬温泉に行ってきます。京都駅から、有馬温泉まで直通のバスが出てて1時間15分ぐらいで到着します。料金は1850円ぐらいなんで割と安く気軽に行けると思います。それではまた有馬温泉についてご紹介します。バスはこんな感じで普通のバスです。でも一番後ろにトイレがついているのでトイレ近い方も安心ですねこのバスの、チケットなんですけど、事前にネットで購入して、近くのローソンかファミリーマートで、原本に変えてバス乗車の時に運転手さんに渡すっていうシステムになってます。有馬温泉街到着しました。今から、ホテルにチェックインしに向かいたいと思います。今回お世話になる有馬グランドホテルのチェックインを終えて、これから、温泉街に散策に行ってきます。お店がだいたい夕方の5時半ぐらいまで閉まっちゃうので、とりあえずちょっと急いで見ていきたいと思います。温泉街までは、旅館のシャトルバスが20分おきに出てるので、これに乗って行ってきます。で、基本予約は必要ないので20分おきに旅館から温泉街まで行けるんですけど、旅館に戻るときはタイミングよくバスに乗るか電話をすれば来てくれます。はい、ということで、今有馬温泉の温泉街に戻ってきました。有馬温泉は、最古の温泉街って言われていて、日本三大三古湯と日本三大三名湯って言われてます。なんで本当に歴史がすごい長くって、豊臣秀吉も愛したと言われている温泉お湯がこちら。この金の湯と、あともう一つ坂の上に銀の湯ってあるんですけど、どっちも本当に肌がズベズベになるんですよ。で、毛穴の皮脂にその温泉が入って毛穴からきれいにしてくれるっていう温泉です。ここが有名な金の湯です。めちゃくちゃ古い温泉らしくて、ここは日帰り専門の温泉です。本当に温泉街の中心に入ってすぐのところにありまして、金の湯が茶褐色で有名なので温泉で、銀の湯とちょっと離れてます。ここに温泉の効能が書いてあって、あっちに足湯があります。あれ無料です。こちらが無料で入れる金の湯の足湯です。ちょっとタイツ履いてて入らないんですけど、でも全然暑すぎないです。匂いも全然鉄の匂いしないので、色はこんな感じなんですけど、あと夕方めちゃくちゃ人混むので朝結構おすすめです。ここも有名らしいです。でも今回はスルーします。で、足湯ここ無料です。お酒の匂いがする。甘酒の匂いがする。なんか山椒のお店が多いね。人がなんかいっぱいいる。ジェラート？これここ有名なジェラートのお店じゃない？やっぱみんな目がそこに行く。人気ナンバーワン。ナンバーワンは六甲プレミアムミルクなんで、ミルクとナンバーワンとナンバーツーをオーダーしました。サイダーこっち？なんだっけ、ナンバーワンのサイダーです。うん。なんかなんだろう、ラムネみたいなやつだね。さっぱりしてる。これがなんだっけ、六甲産ミルクみたいな。これがナンバーワンらしいです。六甲プレミアミルク。すごい濃厚ミルクって感じ。すごい湯気が出てる。
なんかこういうおしゃれなレストランとかもあれば、温泉街みたいな古い街並みも結構あって、なんだろう、いろいろ混ざった感じですね。意外こうやって温泉がいっぱいあるらしいです。すごい。こんな狭い道に車が。なんか有馬温泉って坂めっちゃ多いんですね。坂の途中に温泉街とお店がギュッてしてる感じ。皆さん、もう一個の有名なお店じゃないや、温泉、銀の湯発見しました。ここの銀の湯は2020年3月にリニューアルオープンしたんですよ。だから金の湯より中綺麗だと思います。ちょっと金の湯から離れてて、温泉街からも坂の上まで上がっていかないといけないから、時間がない人はちょっと厳しいかもしれないです。この油田館は豊臣秀吉が愛した岩風呂とかが26種類男女合わせてあるらしくて、有名な大衆浴場の一つです。個人的には有馬温泉に来たんですけど、いっぱい温泉の種類があるのは大江戸温泉じゃないかなって思ってます。金の湯の源泉発見しました。湯気すごい。でも匂いあんまりしないかも。ちなみに金の湯の源泉なんですけど、塩分と鉄分が多く含まれてて、特に塩分濃度が日本一らしいです。すごい。炭酸せんべいを買いに三つ森さんっていうお店に今向かってるんですけど、ここが一番炭酸せんべいは有名らしいです。あった、これじゃん。あ、ちゃんとすごい、ちゃんと書いてある。こういう炭酸せんべいを作る過程が本来なら見られるそうです。それか、今歩いててふと思ったんですけど、これマジで迷子になる。なんか道が複雑で、地図とか事前に見てきても、これ結構、見て、地面から湯気が出てた。これはちょっとなんかマイペースに一人でっていうか、マイペースに観光してたら友達とかとはぐれる。なんか美味しそうなお店もめっちゃあるんですよ。見て、ドーナツとかアイスとか、さっきジェラート食べたのも美味しかったし、なんか寒すぎて雪が降ってきた。絶対これ雪じゃない？で本当になんかジェラートとかアイスとかが多い気がする。今立ち寄った大和心っていうお香屋さんがすっごい良かったです。京都のお店で製造してるらしくて、すごいお店の方も信用できるって言ってました。なんか本当に和の匂いがして、匂いが好きな人とか、香水とか練り香水とかお香とか好きな人は絶対行った方がいいと思います。温泉街の中心の一応メインになるんですかね。ここの有馬川っていうらしいんですけど、ここなんか若干あっちの方工事してるんですけど、でもすごい雰囲気はいい感じで、赤い橋が目印です。でその橋のところに豊臣秀吉の奥さんのねねさんがいます。こちらがねねの像です。有馬川の橋からはこんな感じで、こちらがねねの像です。豊臣秀吉の奥さんです。めっちゃ小顔じゃない？ここが一応メインの観光地になってるんで、この橋とあとこの川ですね。こっちの方ずっとまっすぐ行くといっぱいお土産屋さんとかがあるんですよ。だからちょっと戻ってくる感じにはなっちゃうんですけど、全体的に草津温泉までは行かないけど、結構コンパクトにはなってる方だとは思います。
今有馬温泉街の散策が終わりました。だいたい1時間ぐらい駆け足で見た感じなんですけど、意外と回れちゃいました。なんかそんなにゆっくりはしてないんですけど、でもこう全体的に街並みをこうパーって見るんだったら1時間ぐらいで意外と行けるんだなって思いました。なんで私たちは旅館にチェックインして荷物預けて、でその後温泉街まで来て1時間観光して、でこの後戻ります。だいたい5時とかにお店閉まっちゃうので、それまでには観光終わらせたかったんですよね。で戻ってから温泉で夕食前に温泉に入ってゆっくりしたいと思います。はい、そんな感じで、ではまた後ほど。ということで、旅館のチェックアウトを終えて今温泉街に来ました。今10時20分ぐらいなんですけど、いろんなお店はところどころは開いてはいるので、10時のチェックアウトを終えて、温泉街に来てもギリギリお店はやってるところとやってないところがあるかなっていう感じです。でこれから私たちは、高速バスに乗って京都市内に戻ります。旅館は本当に温泉がすごく良かったので、もし有馬温泉に来るならグランドホテルすごくおすすめです。はい、では京都駅に戻ります。